まにくっそい色があるんですよ。そう。ないことちゃんと山口さんがブキュキュ言うてよったでいいよ。大好きブキュキュ言うてよったで。そう思うよほんまに。ねやっぱり私もどうやったっけほら出てこいよほら出てきたら年寄りが出てきた。夏こと言いますか？あと島内ですよね。6勝のうちの1勝長崎ですから。でこの間やったことないが勝ちついた。もう今あれかもしれない僕もまただけど。なんか団地で焼きも入ってるみたい。ああそうなんですか。うん。それはそれは。なんか持ってった台が40センチぐらいあったらよかったですね。分からんでしょ、あんだけ人住んどったら。子供の同じ幼稚園とかだったらそこまで行ったんだけど、すごいね、やっぱりそこから上を。で分譲はここからとかあれ分かれてますもんね。その方がまあ分譲に私だよ。だって一回やってみたかったじゃん。いや。でもなかなか面白い方ではっきりしてくれて一緒に。はい。お母様にこちらですね、暮らしのケアじゃなくてある役のスカートウェア。はい。すみません、ちょっと夕方取りに来ましたので。ありがとうございます。はい。はい。で、1、2、6時ぐらいじゃあるよね。でも、間に合う。おはようございます。はい。すみませんね、昨日結構そうだったんです。こっから割る店とかもあるし、でまあこう割るのもあるしで。話されながら来てましたけど、見ずにもいやはい。切られるんです。いや。昔お寿司屋さんのカウンターの時に働きながらネギ刻みながらお客さんと喋るから。あ、そうなんですね。もともとお寿司屋さん。一番最初大学出て新卒でそういう寿司とか居酒屋の和食系のチェーン、ローカルのチェーンの会社に最初入れてもらって、そこからずっと飲食なんですけど、なんでビアガーデンに行かせてもらったり、最初居酒屋が入って、でビアガーデンに行って、そこからそこのチェーンお寿司屋さんもあって、お寿司屋さんも行って、退職して、ちっちゃい会社に移って、お肉料理のお店で働いて、結婚するときにお好み焼き屋さんで働いて、あ、そのタイミングだったんですか。そうなんです。独立するなら何がいいか。広島ってコンビニよりお好み焼き屋が多いんですよ。あ、そうなんですか。で、この通りだけでも、そこの中1軒になったんですけど、前そこ3軒ぐらいありましたよ。あ、そうなんですか。で、向こうに小学校があるんですけど、はい、前に2軒あるんで、コンビニ1軒しかないですからね。確かにそうですね。もうここ地元です。あ、ここら辺が地元なんですね。まっすぐ見える小学校卒業で。あ、そうですね。じゃあもう本当にここなんですね。中学校今向こうにいたけど昔こっちにあったっていう。この辺再開発があったんで、全部立ち退きになって。そうなんですね。段原っていうここの町って原爆で
燃えんかった町なんですよ。山がそこに肘山ってあって、はいはいはい。あれで爆風が来なかったんで、おお。戦前の町がずっと残ってたんで、はい。救急車両とか入れんのですよね。そういうのもあったりで、あ下水が当時のね町なんてなかったりとか、学校もそれで移転で、18年ぐらい前ですね、お好み焼き屋さんになったので、お店開けて13年3ヶ月か。そうですね、13年。もともと立ち退きの前に僕の両親がリンゴという名前の喫茶店をやってたんですよ。でその立ち退きの間に父親が亡くなったりとかもあって、親父もお前お好み焼き屋せいやってずっと言おったんで、そうなんですね。でお好み焼き屋で働きに行ってるのは知ってて、でどんな店がいいの、こんな店がいいのって親父も言おったんですけど、立ち退いて半年ぐらいでちょっと湯へ行ってしまって若いのにって55だったんで。あ、そうなんですね。それでその喫茶店の時の当時の名前を継がしてもらって、だって20何年やってましたからね、喫茶店も。そんな長かったですね。潰れたっていうあれでもないし、立ち退きでっていうあれだったんで、もう皆さんに名前知っていただいとるなと思って、この辺で掃除してくれてたの母です。営業の妻が、嫁さんがおらん時たまに娘が手伝ってくれたり。そうなんですね。もうご家族で。そうですね。看護も大変ですからね。コロナとかもあって、そうですよね。従業員さんおってなかったけどどうにかなりましたけど、あれおっちゃったら大変だろうなって思いますよね。そうですよね。ほんま大変だったですよね、あれもね。毎朝もう9時ぐらいからいつも仕込みされる。今日はちょっと持ち帰りが最初5枚も入ってたのと、タスキンさん来られるの忘れてたんで、さっきの、ちょっと早めに寝とかにはいけんのって思って、いつもは大体9時45分ぐらいですよ。そうなんですね。これ何玉にぐらいですか？玉で言ったら4玉ですけど、10キロ箱の5分の4なんで単純8キロで見てもらったら、一玉すごい大きかったです。今日のその満杯箱5玉のやつだったので、6の時もあれば7の時もあれば、春キャベツなんて8玉ぐらい入っている時とかも。そうなんですか。すごいですね。
3連覇の時は結構球場近いんで、そうですよね、近いですね。ぐらいなんで、この辺の駐車場止めて行かれる方結構おられたんですけど、最近はそこまで人気球団じゃないんで。そうですね、3連覇すごかったですよ。いやいや、何があったんでしょう。うちの奥さんと2人で、はい、なんかないかねっていうか考えて、はい、山芋を作って中に入れるっていうお店ないんで、そうです、地元の新聞社さんなんかも取材した時は絶対あれ言われます。なんですかね、うまそうよねっていう感じで。はい。
以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。わかった。すいません。もうくっそいいのがあるんですよ。はい。違うです。あれいつものやつ。はい。いつものやつ。はい。血取ったです一回最初。はい。で、そう今流行って。3年待ちぐらいです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんかしたらダメだよ。お腹空いちゃうから取っちゃうよ。俺の言うこと聞いてたら絶対痩せちゃうから。数値以上が出てきたのはこれで、今10回検査行った方がいいですよみたいな。酒飲んでいいのがいいと。焼肉食い込んでからじゃんじゃん行っちゃって奥さんが1番手で乗って旦那さんが2番手で乗ったら基礎代謝を上げる。わしがわしやねん。病気とかじゃない。ああ、いや、そんな感じですよね。何やったのお前か。ちゃんと全員ありがとうって言ってくれる。
みんなね、飲む回数増えるんですよ。正直ですよね。どうなったんやねみたいな。3年過ぎました。はい。生活していかないといけないんで。はい。もうね、違う仕事っていうのもできないですから。はい。もうずっとお好み焼き続けて。そうですね。はい。さあ掃除は母で。ああ。妻は妻が手伝ってくれるんですけど、今日やりたいことがある。ああ、そうですね。はい。帰りたい。普段は。そうですね。一応だったんで。はい。ああ、そうです。はい。まあ、やりがいしかないですよね。だって自分で全部せんと何も始まらんし、ですからまあやりがいはありますね。やりがいしかないですよね、やっぱり。さんの分美味しかったありがとうねって言ってくれたら一番嬉しいですよね。はい。お金もらってありがとうって言われる仕事あんまないですよ。だって。そうですね。はいはい、確かに。中国は5月に G7。でもめっちゃ優しい。はい。写真、お店のママさんが撮ってくれて、写真を持ってきてくれたんですけど、娘だと思わずに嫁が、あんた鼻の下のこと写真撮るよ。パッと見て、あれみたいな。お兄ちゃん？いや、多分すごい思ったんだと思うけど、何を読むって思ってみたら、お兄ちゃんじゃん。この劇やってオープンキッチンっていうか、なんで、大体常連さんはカウンター座られるみたいな、仕事ね。なんで、長い、ね、お客さんも多いんで、やっぱり。なかなか幼稚園が嬉しいぐらいの幼稚園なんで、ちゃんと包丁で野菜を切らしたりとか、幼稚園する、幼稚園だったんで。幼稚園じゃなくて、いや、あれ、簡単や。そういう商品があって、もし使われるんだったらみたいな。